電動昇降デスクで有名なフレキシスポットさんが先日 SNS にて行っていたチェアの交換大作戦という企画に応募したところ、なんとありがたいことに当選しまして、フレキシスポットさんのオフィスチェア C7 Pro をいただきました。今回は今まで使用していたゲーミングチェアとの比較も含めて、この C7 Pro のレビューをしていきたいと思います。それでは早速いきましょう。今回私がいただいたのは C7 Pro ですが、C7 シリーズには他にも C7 Air、C7、C7 Lite があります。それぞれ比較してみるとこのようになります。いくつか違いがありますが、カラー展開や座面の素材、オットマンの有無などが大きな違いでしょうか。私はオットマンが欲しかったのと、ランバーサポートが上下にも調節できた方が体に合わせやすそうだと思ったため、C7 Pro を選びました。まずは組み立て方法から見ていきましょう。パーツは全部でこれだけで、組み立てに必要なドライバーも付属しています。ただ、電動ドライバーを使った方が楽なので、私は電動ドライバーで作業します。まずは、レッグフレームにキャスターを取り付けます。ただ穴にはめ込むだけの単純な作業ですが、めちゃくちゃ硬くて苦戦しました。レッグフレームにガスシリンダーを差し込みます。座面にアームレストを取り付けます。アームレストの取り付けは座面を浮かせながら作業する必要があるので、膝の上に乗せたりデスクなどに乗せて作業することをお勧めします。座受け金具を押し出します。硬くて動かなかったのと、説明書の意味が理解できず苦戦しました。説明書には前方に押し出すと書かれているのですが、前方に押すだけだと土台部分も一緒に動いてしまい、上だけをスライドさせることができないので、下方向にも力をかけた方がいいと思います。座受け金具を座面に取り付けます。こちらはただネジ止めするだけなので簡単でした。座面に背もたれを取り付けます。これが結構大変でした。座面にガスシリンダーを差し込みます。これもやることは単純なのですが、ここまでいろいろなパーツを取り付けてきて、かなり重くなった座面を持ち上げる必要があり、結構大変です。上からは差し込む穴が見えない状態なので、なかなかスムーズには差し込めません。最後にヘッドレストをつければ完成です。ということで完成したのがこちら。今までずっとゲーミングチェアを使っていたのですが、こういったオフィスチェアの落ち着いた見た目の方が部屋に合っていていいなと思いました。それでは次に機能の紹介をしていきます。座面の高さは人のイラストが書いてあるレバーを上に引くことで調節が可能です。身長173センチの私が座面を一番上げた時と一番下げた時の様子がこちらです。一番上げた状態だと足がつかないため、身長が高めの人でも問題ないと思います。反対に身長が低めの人には一番下げてもちょっと高いかもしれません。また、高さを調節するレバーの奥にあるレバーを下げながら座面を前後に動かすことで、座面の奥行きを調節できます。座面下の右側についているこちらのレバーを時計回りに回すことで、座面が前傾するようになります。リクライニングは座面下左側のレバーで調節できます。レバーを押し下げることでリクライニングし、押し上げることで角度を固定できます。
リクライニングの強弱はこちらのレバーを回すことで調節できます。右後ろについているレバーを下げることでランバーサポートを前後に動かし調節ができ、上げることで固定できます。ヘッドレストは高さと角度の調節が可能です。アームレストは360度回転させることができ、前後上下の調節も可能です。オットマンは座面下から引き出したら左側のボタンを押し込みながら起こします。以上が機能の紹介でした。次は実際に使ってみて感じた良い点をご紹介します。今まで使ってきたゲーミングチェアはヘッドレストもランバーサポートもクッションを取り付けるだけのものだったので、好みの場所にセットしても少し動くとずれてしまうのがストレスでした。C7 Pro はどちらも細かく調節することができて、ランバーサポートはしっかり固定もできるため、一度気に入った場所を見つけたらずっとそのままにしておくことが可能です。ずっと最適な場所に固定できるので、作業時の体への負担も軽減し快適です。今まで使ってきたゲーミングチェアは座面も背もたれ部分もウレタンだったので、お尻や背中がかなり蒸れていましたが、C7 Pro はメッシュ生地なので蒸れません。座り心地だけで言うとウレタンの方が柔らかくて個人的には好きですが、決して C7 Pro の座り心地が悪いというわけではないので、蒸れないメッシュ生地の方が使い心地がいいです。機能の紹介を見てもらうと分かるように C7 Pro にはかなり多くの機能が備わっています。座面の高さと奥行き、ランバーサポートの高さと前後の調節、ヘッドレストの高さと角度調節などがあり、多くの人の体に合わせた調節が可能です。一般的なゲーミングチェアだとここまでの調節ができるものは少ないのではないかと感じます。タイピングをしたり絵や文字を書く際には前のめりの姿勢になってしまい、もも裏やお腹が圧迫されてしまいます。しかしチルト機能があると姿勢に合わせて座面を前傾させることができるため、快適に作業することができます。そんなチルト機能ですが、この価格帯のものに備わっているのは珍しいです。10万円を超えるような高級チェアに備わっていることが多く、この価格帯で試せるというのはすごいなと思います。次は気になる点についてもご紹介します。様々な調節が可能な C7 Pro ですが、調節のためのレバーがどれも硬いです。特にリクライニングに使用するレバーは、リクライニングした状態で操作しようとすると少し離れた場所にあるため、硬い上に力を入れづらく、少しストレスに感じます。レバーは硬いのですが、アームレストは緩く、体が当たると簡単に動いてしまいます。もう少し硬いか固定できたらよかったなと思います。様々な調節が可能なのはとても良いのですが、それゆえ操作するレバーも多いため、どれがどこを操作するレバーなのかがなかなか覚えられません。また、いろいろな場所にレバーがあるため、できれば1箇所にまとめてレバー自体にどこを操作するものなのかの記載があると良いかなと思いました。組み立てや操作するレバーについては少し不満があるものの、体に合わせて細かい調節ができるため、今まで使っていたゲーミングチェアよりもかなり快適です。見た目はゲーミングチェアと比べてかなりシンプルになりますが、私の部屋にはシンプルな見た目の方が合っていたのと、ヘッドレストやランバーサポートのおかげで長時間座っても首や腰への負担が少ないので、個人的にはオフィスチェアの方が好みかなと思いました。C7 Pro は
座面の前傾チルト機能がついていたりと、様々な調節が行えるにもかかわらず、5万円台、セール時には4万円台で購入できるコスパ抜群のオフィスチェアなので、気になった方はぜひ試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。